はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は1月後半の星の補足説明とタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。では行きますね、早速。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソードのソードのエース逆。そしてカップページ、カップ3、ペンタクスのナイトの逆、ペンタクスエース、カップ10の逆、そしてソードキングですね。気をつけることや対策が、ソードの7と、ワンドのページと、オラクルは、じゃん。ワンドの7の逆です。なるほど。なるほど。1月の前半はね、そんなに無理しないでくださいねっていうふうに言ったんですけど、流れが変わるのは1月の19日とか20日ぐらいからだと思います。で、1月の19日が新月になるんですね。で、この新月は、なんて言ったらいいのかな、双子座さんにとっては、実は、その自分が何をしてるとか、これをしてるからっていうことではなく、深いところからの応援が来てる時なんですね。どんなサポートが必要ですかと問い合わせが来てるみたいな感じの時だと思っておいてください。なので、なんか安全ネットが張られてるみたいな感じでしょうか。なので、どんな安全ネットが欲しいですかみたいな、問い合わせが来やすい時なんです。なので、自分が何を求めているのかを、例えば人からの絶対的な信頼が欲しいとか、愛が欲しいのか、なんかお金が欲しいのか分かりませんが、それがエゴから来る、目的でも、どうであれ、宇宙は動くから、できたらエゴではなく自分の真実から来る願いを意図してほしいなとは思いますけど、要するに不安になったり、頭で考えていろいろ急いで何かをしていくっていうことではなく、もっと深いところから守られてますよっていうことを感じてもらいたいんですよね、1月19日っていうのは。そしたら自然と、自分にはやっぱりこれが必要だ、こうあったらいいな、みたいなのがあった時に、それを意図していただいたら、そのような安全ネットが引かれますよねっていう流れです。で、なので、そこで19日ちょっと自分の真実に触れていただき、さらに1月20日からっていうのは、太陽が水亀座に入ったりね、1月23日からは火星も水亀座に入ったりするので、非常に水亀座の自由な風のエネルギーっていうのが強くなるんですね。で、双子座さんはこの風のエネルギーをぐんぐん使えるんです。もういかようにでも活かせるんです。なので、おそらくこれまでちょっと休んでいたりとか、ちょっと休止していたりとか、止めていたことっていうのが、急に流れ出すとか、やっぱり行ってみようとか、こうしてみようみたいな形で、とてもまた流動的に動きやすくなります。ので、その前に、要するに19日あたりに、しっかりとどういった、なんていうのかな、本当は誰だって、もう命がある以上、守られてるわけですよ。だから自分で一生懸命生きているように見えて、実はやっぱり、なんていうのかな、見えないエネルギーとして生かされているわけですよね、私たちって。守られているわけです。でも、なんかもっともっと効率よく何かをしなくちゃとか、もっとこうしなくっちゃみたいな、そういった思いっていうのが、強くなりやすいなと思ったんですよね。カードで見ても今やっぱりソードのエースの逆が出てるので、ちょっと無理して何かをしようとしてるとか、なんかせっかくだからこうしとかなくちゃいけないみたいな。今自分がそうやりたいわけじゃないけど、今この流れだったらこうしとくべきだよね。こうしないと損だよね。みたいな感覚からやろうとしているのかもしれませんが、今一番与えられていることっていうのは、深い愛情だったりとか、深いサポートなんですよね。見えないところから来る深いサポートなんです。これが20日までたっぷりとあるから、それをぜひ感じてほしいなと思ったんですね。で、なので少し一時立ち止まることによって、それを感じられるんじゃないでしょうか。ご自身がこれまでやってきたことの強さとか、継続してきたことの強さとか、なんかそういったものを感じるような気がしますし、その後にやっぱり、ペンタクルのエースというカードが出てて、自分にとってこれが大事だ。これを育てていきたいとか、これだって思うような大事な感覚っていうのが出てきてます。なんか、これを長い時間をかけて育てていきたいんだみたいな感じです。なので、その時の気分でなんかやるのではなく、
なんか思いつきは思いつきでいいと思うんですけど、アイデアとか。でもこれはちょっと腰を据えてやっていこうよみたいなものがちょっと出てくるんじゃないかなという気がするんですね。で、それに対しての情報収集だったりとか、なんていうかな、探求に出かけるみたいな、そんな感じが1月の20日以降とても適しています。専門的なことを勉強してみたりとか、もしくはそういう知識を持っている人と会ってみたりとかっていうことで、いろいろ矢が外に広がってる感じがあり、で、そこでまたカップの10の逆っていうのが出てるので、本当はすごく満たされてるし嬉しいんだけど、それが全部自分の身になってるような気がしないのかもしれませんね。そしてまたなんとか自分でアクセスして、なんとか走ろうとしてしまうみたいな感じがあって、それはそれでとても頭のいいやり方というか、効率のいいやり方なんだと思うんですけど、カードからのメッセージとして言われているのは、そのやり方でもできますと。なんかちょっと自分を無理して、せっかくだからもうやっとくんです。これ分かってます。しんどいけどやるんです。みたいなこともうまくいきます。それでも。だけどなんか、もしそれってちょっと無理をして何かをするっていうことはあって、ちょっとその疲れが溜まったりしますよね。そういう意味では一番この1月後半に感じてほしいのは、自分が実はなんか本当に新幹線の中で走ってるみたいな感じ。ゆったり座ってたって行き着くところは同じなんだけど、自分が焦って車両の中で走ってるみたいな。でもそれやってることで自分は安心するんだっていう感じがあるかもしれないので、ここで言われてるのは、他者と比べないでくださいっていうことですね。毎晩急いでるし、自分も走らなきゃみたいな思う必要全くないんですよと。で、そして、こっちね。そして、自分のペースで一歩ずつ進んでいく方がよっぽど自分らしさとか自分の価値っていうものをちゃんと形にしていきますって言われてる気がしたんです。そして、やっぱりオラクルとして言われているのが今、バンドの7の逆なので、なんとなく今自分の立場が悪いとか、ちょっと気を抜いたらダメなんです今みたいな、そんな感じかもしれませんね。まだ言ってみたらもう完全にお手上げですっていう状態であれば、もう降参みたいな感じでいけるんですけど、二子さんの器用さと、なんか頭脳とコミュニケーション能力を使って、やろうと思えばできるみたいな状況があるがゆえに、なんとか必死で自分でやろうとしてしまってるっていうのが一番の印象だったんです。で、それはそれでもし、いや、分かってますけど、そうしたいんですだったら全然できるし、うまくいくと思うんですけど、メッセージとしては、深いところからの愛情というかサポートがあるから、自分の立場が悪いとか思わなくてもいいよっていうことだったんですね。何と比べて、どの状況と比べて自分が立場が悪いと思っているのか、わからないんですけど、実は今のこの、ちょっと不利に思える状況っていうのが実は一番都合が良かったっていうこともあるかもしれないですよね。わからないですよ。人それぞれ違う状況だから。ただそれを言われています。いずれにしてもね、1月の特に20日以降、23日以降とかになったら、多分動き始めるんですよね、双子さんね。その時に、無理に無理を重ねて動くというよりは、もっと深いところで、応援されてるよとか、守られてるよっていうことを感じながら、安心して進んでほしいなって思ったんです。はい。ということで、お仕事を見てみます。仕事。双子さんの仕事。バンドの5。ワールド。ソードの5。非常に世界は開かれていますよ。ワールドというカードが出ていますので、自分の世界がある。そこに、世界に呼ばれているみたいな感じかもしれませんし、だけどなんだかやっぱりごちゃごちゃしてるんですよね。いろいろ。手放しに嬉しい、その世界に行けて嬉しいとか、この世界を満喫するっていうよりは、もうなんか、あっちに気を使いながら、こっちに気を使いながら、これも処理しながら、みたいな感じで、ゆっくり楽しめないっていうのかな、仕事を満喫できない状況があるっていう感じがあるんですね。特になんか、なんですかね、処理が多いって感じかな、仕事の。同時進行でいろいろなんか起こってるんでしょうね。同時進行でいろいろやってるがゆえに、一つのことに集中しにくいとか、いろんな人と関わってるがゆえに、人それぞれの対処法があって、そこにちょっとエネルギーや時間っていうものを取られてるのかなって感じがしましたね。
まあでもワールドが出てるってことは、全部それ自体、それを作ってるのは全部自分ですよねっていう感じもあり、自分でコントロールできるんですよね。その意識が変わればみたいな感じでしょうか。はい、ちょっと、人間関係見てみますね。人間関係。ワンドの4。太陽。ペンタクルの3ということで、人間関係とってもいいです。ワンダの4とか太陽とかっていうのはもう本当に恵まれてるよとか、愛されてるよとか、すごく穏やかな関係があるよねっていうふうに言われてるんですね。で、これはおそらく双子座さんがすでに、成し遂げてきたことっていうか、培ってきた関係性があるからそう出てるんだと思うんですね。なので、とっても人間関係においては、非常に恵まれています。なんだか双子さんの株が上がったりとか、そう、見えないところでの自分の評価が上がったりもしやすい時ですし、すごく受け入れられています。そして、双子さんの知識を欲しいと思ってる人もいるっていう感じで、一緒になんかコラボしましょうとか、ああしましょう、こうしましょうみたいな、そういった話もあるのかなっていう、ミーティングもあるのかなって感じもしますし、ミーティングっていうと仕事っぽいですけど、人とのつながりで、なんか、学んでいけることも多いっていう感じですね。なので関係性とてもいいです。なので、あとは本当にご自身がどれぐらい余裕を持って自分を見てるかっていうところに関わってくるのかなと思いました。はい。いかがでしょうか？なんか通じるものありましたでしょうか？わかりましたよっていう方、ぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。ちょっともう一回いきますね。もう一枚、最後にオラクルカード引いてみたいと思います。双子座さん、どうなの？これ？はい。このカードが出ました。何かこの絵柄を見て感じることがあったら、ご自身の直感を使ってメッセージ受け取ってみてくださいね。どうですか？このカード。いいですよね。なんか、心からの感謝とかね。なんかもうお金では価値づけられない、ハートフルな、思いがあるのかな。どうでしょう？皆さんそれぞれ受け取ってください、このメッセージ。でも人間関係とてもいいから、何かその関係性を通しての温かさとか愛情とかそういうのが入ってくるのかもしれませんね。はい。ということで、ありがとうございました。素敵な時間をお過ごしください。失礼します。